今回は古代文明における円周率について話していくのだ。古代文明、それってメソポタミア文明とかエジプト文明とかそういうやつのことかしら。基本的にはそう思って問題ないのだ。ただし年代については少し特殊で、この動画ではアルキメデスが生まれたとされる紀元前287年以前を古代と呼ぶのだ。それはどうして？アルキメデスは人類史上初めて円周率の正確な値を求めようとしたと言われる人物なのだ。しかしそれ以前は円周率について全く知られてなかったというわけではなく、状況に応じて必要なレベルの禁じを行っていたことが知られているのだ。だから円周率の歴史としてはアルキメデスの誕生を区切りとするのがちょうど良いのだ。正確な値を求めようとしたかどうかというところがポイントなのね。そうなのだ。アルキメデス以前の時代に円周率の禁じをどのような方法でどのような目的で行っていたかを説明するのがこの動画の趣旨なのだ。古代文明が発展した主な地域はメソポタミア、エジプト、インド、中国なので、これらの地域に限定してどのような禁じが行われてきたのか解説していくのだ。楽しみね。さてまずは古代メソポタミアについて話していくのだ。メソポタミアは古代ギリシャ語で2つの川の間の土地という意味であり、その名の通りチグリス川とユーフラテス川に挟まれた地域を指すのだ。これは現在のイラク、シリア北東、トルコ南東あたりになるのだ。古代メソポタミアでは記録媒体として粘土板が用いられ、古いものでは約紀元前3000年頃のものが見つかっているのだ。これ歴史の教科書で見たことあるわ。確か目には目を、歯には歯をってやつ、カンブラビ法典だったかしら。それも粘土板に記録されたものの一つで、当時の法律について書かれたものなのだ。そして粘土板の中には当時の数学について書かれたものも見つかっているのだ。ただし数はそれほど多くなく、粘土板は現在50万枚以上発掘されているようなのだが、そのうち数学に関わるものはわずか数百枚程度なのだ。そしてそのうちの大半が掛け算の九九の表や平方根の値の表のような数表に該当するもので、残りは数学の問題が書かれた問題集のようなものなのだ。ちなみに当時のメソポタミアでは60進法を用いていたので、九九は 9×9 までじゃなく 59×59 まで必要だったのだ。 59×59、 インド人もびっくりね。そして年代的には古バビロニア時代と呼ばれる紀元前20世紀から紀元前16世紀あたりのものが一番多く、次いで後期バビロニアと呼ばれる紀元前6世紀から0年あたりのものが多いのだ。しかしその差は大きく、例えば問題集は全部で160枚ほど見つかっているが、後期バビロニアのものは10枚に満たず、残りのほとんどが古バビロニアのものなのだ。古代メソポタミアの数学は古バビロニアの時代に確立され、それ以降はほぼ停滞、むしろ一部衰退していったようなのだ。1000年以上もの年月があったのに発展しなかったのね。さて古バビロニア時代の粘土板 YBC8600 には木材の太さを計算する方法について書かれており、その中で円周率の近似値として 3.125 が使われているのだ。古バビロニアでは木材の太さを表すのに直径や周囲の長さではなく、約 10cm に輪切りにした時の体積が用いられていたのだ。そして YBC8600 にはその求め方が次のように書かれているのだ。 12cm が木の周囲である。それはどれだけ太かったか12と12をかけなさい。そしてその結果の144に定数 0.8 をかける。そして 115.2 が木の太さである。当時は60進法を使っていたり、長さの単位が違ったりしているので、分かりやすくするためにこの文章では数値と単位を原文から少し変えているのだが、本質的な部分には影響がないようにしているのだ。周囲の長さを C として体積の計算をすると 12×12 は C×C を計算していることになる。そしてそれに 0.8 をかけている。つまり
0.8×c の2乗置きの体積としているのだ。ここで円柱の体積の求め方を思い出すと、円の半径を r として πr2乗×高さであり、円周は c=2πr なので、半径 r を円周 c で表すと r=2π分の c となるのだ。よって円の体積は円周を用いてこのように表されるのだ。この値と先ほど求めた木の体積が等しいとすると c2乗をキャンセルしておいて 4π分の 1×h=0.8 となるのだ。これを π について整理するとこうなり、高さは約 10cm としていたので h に10を代入するとこうなるのだ。これを計算すると 3.125 となり、円周率を 3.125 と近似していたことがわかるのだ。もう一度言うが、この計算で用いた数値や単位は実際のものとは異なるので、 YBC8600 の正確な内容を知りたい人は、例えば室井和夫氏の著書「バビロニアの数学」を参照すると良いのだ。概要欄にリンクを貼っておくので、気になる方は見てほしいのだ。さて、この粘土板の計算プロセスから円周率の値だけではなく、このような形の円の面積の公式を知っていたことも読み取れるのだ。半径ではなく円周を用いているのは、円周の方が測りやすいからだと思われるのだ。ちなみに 4π 分の1の π を 3.125 と置いた値は、材木の太さや大麦の円筒型倉庫の定数として数表の粘土板に書かれているようなのだ。さらに実は他の粘土板では円周率を3として計算しているケースも確認されており、木材の太さの計算に精度の高い 3.125 を使っていたということは、木材の太さを精度よく計算する必要があった。つまり木材は貴重な資源であった可能性が高いこともわかるのだ。円周率について調べるとそんなことまでわかるのね。そうなのだ。数学から歴史を読み取れることもあるのだ。ちなみに YBC8600 よりも昔の紀元前23世紀頃の粘土板 RTC150 にも円周率を 3.125 と近似していた記録があるのだ。さっきよりも数百年以上前ね。 RTC150 は当時の測量地図の断片であり、円の中に面積と思われる数値が書かれているのだ。室井氏はわずかな情報から円周率を 3.125 と近似していたことを突き止めているのだ。これについては室井氏の著書「シュメール人の数学」を見てほしいのだ。ちなみに RTC150 に書かれていたのは大麦の倉庫であると推測されており、倉庫を円形にしたのは周の長さを一定にした時に面積が最大になる図形が円だからではないかと推測されているのだ。このように当時の人々にとっては円という図形が割と身近なもので、その面積を求めることは自然な成り行きだったと思われるのだ。さて次は古代エジプトの円周率について説明するのだ。古代エジプトの当時の数学についてわかる資料としてリンドパピルスという数学文書が発見されており、これは紀元前1650年頃のものと言われているのだ。パピルスって紙よね。粘土板と比べるとかなり脆そうなのによく残ったのね。パピルスは湿気や虫食いに弱く、普通は100年程度しか持たないと言われているのだ。よく数千年も残ったのだ。さてリンドパピルスには84個の数学の問題と解説が載っており、そのうち円に関わる問題は問題41、円筒型の容器の体積を求める問題、問題48、円と正方形の面積、問題50、円の面積の3つあるのだが、円の面積の求め方は全て同じなので、その中でも分かりやすい問題50について説明するのだ。問題50は直径9の円の面積を求める問題で、その解説を要約すると、直径9からその9分の1、つまり1を引きなさい。すると8になります。それを2乗すると64になります。それが円の面積です。ということらしいのだ。あら、なんだか不思議な計算ね。どうしてこれで円の面積が求まるの？リンドパピルスにはこのような正方形の中に八角形が入った図が描かれていたような
なのだ。これから推測すると、この八角形で円の面積を近似しようとしたと考えられるのだ。八角形の面積を計算するためにこのように9個の正方形に分けるのだ。すると八角形の面積はこの赤い部分の面積に等しく、下の三角形を上に持っていくと正方形が7個出来上がるのだ。正方形の大きさは 3×3=9 であり、正方形が7個なので63になるのだ。そしてこれに1を足すと64になるのだ。唐突に1を足したわね。そうなのだ。この1がどこから来たのか謎なのだが、1を足すと図と計算結果に辻褄が合うのだ。計算結果は同じだけど計算方法は全然違うわ。それは計算を簡単にするために工夫したと思われるのだ。あんまり納得感がある説明じゃないわね。正直僕もそう思うのだ。ただ1を足した方が円周率の近似の精度は上がるのだ。まず1を足した場合の円周率の近似値を求めてみるのだ。円の面積の公式から 64=πr2乗となる。直径は9なので半径は 4.5 であり、 r に 4.5 を代入するとこうなる。 π について整理するとこうなり、これを計算すると約 3.16 となるのだ。結果円周率を約 3.16 としていることになるのだ。1を足さない場合、ここの値を63として計算すると約 3.11 となるのだ。3.11 と 3.16 では 3.16 の方が円周率にちょっとだけ近いわね。そうなのだ。とはいえこれだけで精度を上げるために1を足したと考えるのは早計なのだ。単に大きめに計算した方が都合が良かっただけかもしれないし、他の理由があったかもしれない。結局のところよくわからないのだ。もちろん精度を上げるために1を足した可能性もあり、そうだとしたら何らかの方法でより精度の高い円周率の近似値を知っていた可能性があるのだ。ちなみにこの問題の長さの単位はケトというもので、9ケトは約470メートルに相当するので、かなり広い面積を求めようとしているのだ。リンドパピルスの問題41では円柱の体積を求めており、直径約4メートル、高さ約 4.5 メートルなので、これは倉庫の体積を求めていると思われるのだ。リンドパピルスの内容は筑波大学の磯田正美教授がサイトを公開しているので、気になる人は概要欄のリンクを見てほしいのだ。さて次は古代インドの円周率について説明するのだ。古代インドの数学についてわかる最も古い資料は紀元前5世紀頃に書かれた宗教文書アーパスタンバシュルバスートラなのだ。宗教文書？宗教と数学がどう関係するの？どうやら儀式を行うための祭壇を作るのに正方形や円などの図形を作る必要があったようなのだ。この文書には祭壇の設営方法がまとめられており、縄を使ったさまざまな図形の作図方法が書かれているのだ。他の文明だと数学の問題集みたいな資料があったのに、インドでは見つからなかったの？そうなのだ。これ以外は見つかっていないのだ。ただしアーパスタンバシュルバスートラには作図方法の他にも三平方の定理やルート2のかなり正確な近似値についても書かれており、宗教文書とはいえど数学的にもかなり本格的なものなのだ。さて円周率に関わるものとしては、与えられた正方形と同じ面積を持つ円の作図方法があるのだ。その方法は次のようなものなのだ。まず正方形を考え、その中心を O とする。O と頂点の一つを線で結び、O を中心とした弧をこのように描く。そして正方形からはみ出した部分を3等分し、図のように円を描く。この円が元の正方形と面積が等しくなるとされているのだ。これを確かめるために円の面積を計算するのだ。A を正方形の1点の長さとする。この時図の赤い線は1点の長さの半分なのだ。正方形からはみ出した部分の長さは対角線の半分、つまり2分のルート 2a から1点の長さの半分、つまり2分の a を引けばよいので、はみ出した部分の3分の1を足すと円の半径になるのだ。これを整理するとこうなるのだ。
これで円の半径が求まったのだ。正方形の面積は a2乗で、それと円の面積が等しいので、円の面積の公式からこの等式が成り立つのだ。これを整理するとこうなるのだ。これを π について解くとこうなり、これを計算すると約 3.088 となるのだ。よってこの方法だと円周率を 3.088 と近似していることになるのだ。ハーパスタンバシュルバスートラにはルート2の正確な近似値が書かれているので、この計算も正確に行えたと考えられるのだ。この方法を振り返ると、当時のインドでは円の面積の公式を知っていたことが予想できるのだ。円の面積を知らないと正方形の面積との比較ができないし、円の面積の手がかりになるのは半径だけだから、半径から円の面積を求めていた可能性が高いということね。そして円周率のより正確な値を知っていた可能性もあるのだ。なぜここを3等分したのか、もっと簡単な2等分や4等分にしなかったのかを考えてみるのだ。2等分した結果、円と正方形の面積が等しくなると仮定すると、円周率の近似値は約 2.745 となるのだ。そして4等分すると円周率の近似値は約 3.285 となるのだ。だとすると円周率は 3.088 と 3.285 の間の値で、さらに 3.088 の方が近いと知っていたかもしれないということね。そうなのだ。ということはこの方法とは別の方法で、より精度の高い円周率の近似値を知っていた可能性が高いのだ。さて最後に古代中国についてだが、実は紀元前213年以前の記録は残っていないのだ。どうして？秦の始皇帝が思想統制のために焚書考授といって医薬、占い、農業関係以外の書物を全て焼き払ってしまったのだ。ひどい。なんてことを。古代中国における円周率について参考にできるものは紀元前1世紀頃に書かれたとされる九章算術くらいなのだ。これはアルキメデスの没後に書かれたものなので、この動画での古代の定義からは外れてしまうのだが、せっかくなので紹介するのだ。九章算術は税の計算や運輸、土木工事など農業社会の官僚に必要な数学知識を9章にわたって網羅した文書なのだ。当時の税の一部は穀物で納められており、田んぼの大きさに応じて納税の額を決めていたようなのだ。したがって九章算術には田んぼの面積を求める方法が載っているのだ。当時の田んぼはいろんな形をしていたようで、正方形、長方形はもちろん台形や円形、ドーナツ型の田んぼまで存在したようなのだ。ドーナツ型？そんな田んぼ見たことないわ。円形の田んぼがあったということは、円の面積の求め方が載っているということね。そうなのだ。しかも4つも書かれているのだ。C を円周、D を円の直径と置くと、1、円周を半分にし、直径を半分にし、これらを掛け合わせる。2、円周と直径をかけ4分の1にする。3、直径を2乗し、これを3倍し4分の1にする。4、円周を2乗し12分の1にするの4通りの方法が書かれているのだ。1と2はほとんど同じね。直径しかわからない場合、円周しかわからない場合、両方わかっている場合で求め方を変えているのね。そうなのだ。そして2番目と3番目に着目してイコールで結ぶと C イコール 3D、 つまり円周率を3として計算していることがわかるのだ。3って結構荒い近似ね。これまで紹介された中で一番後の時代なのに一番誤差が大きいわ。そうなのだ。ただしそれは数学の進歩が遅かったからではないのだ。その証拠に九章算術には行列に似た手法を用いた連立一次方程式の解法や負の数の利用などが書かれており、これは当時の他の文明では見られなかったものなのだ。円周率を3として計算していたのは、円の面積の計算は税の計算のためであり、正確な値を用いて税収を求めることよりも計算を楽にする方が良いと考えられていたからだと思うのだ。これで4つの文明の円周率について説明し終えたのだ。まとめるとこうなるのだ。
木の太さを測るためだったり税の計算のためだったり宗教的な理由だったり円の面積を求めることが日常的に行われていたのは意外だったわ。今まで生きてきて円の面積を計算するなんて数学の授業でしかやったことないもの。そうなのだ。そして日常的に行われていたからこそ精度を追い求めるのではなく精度と計算効率とのバランスを取ることが重要だったと思われるのだ。でも円周率っていう名前の割にはどの文明でも円周の計算はしていなくて円の面積しか求めていないわ。それはメソポタミアの円の面積の公式から推測するに円周は測るものであって計算で求めるものとは考えられていなかったのではないかと思うのだ。だから円周率という概念を当時の人々が認識していたのかは分からず円の面積を求める時に出てくる定数ぐらいの認識だったかもしれないのだ。ただ中国のように複数の円の面積の公式を知っていたならその定数が円周率つまり円周と直径の長さの比であることに気づいていた可能性が高いのだ。つまり昔の人は円周率を現在と同じように認識していたかはわからないということね。そうなのだ。参考になる情報が少なすぎてわからないというのが正直なところなのだ。ただ個人的には古代メソポタミアでは数学レベルの高さ的に円周率という概念を知っていたと思うのだ。それではこれで今回の動画は終わりなのだ。動画が面白かった、ためになったと感じた方は高評価、チャンネル登録をお願いします。それではご視聴ありがとうなのだ。また見てね。